どうも、いりです。今回いただいた質問が、柄の外し方、付け方を教えてください。ということで、今回はめっちゃ詳しくお伝えします。今回の動画は、柄を取り外して、で、新しい柄を付けるということをしていくんですが、最初に言っておきたいことがあって、今回のやり方っていうのは、一般の方でも手に入りやすい道具を使って、現状僕がこのやり方いいなと思ってたどり着いた方法というのをお伝えします。やり方はいろいろあるので、参考程度に聞いてください。では、始めていきます。今回の依頼は、柄を黒炭に変えてほしいということで、今ついてるこの頬の木ですね。頬の木から黒炭に変えます。まずは柄の抜き方から。そこで使用する道具が2つ。それがマスキングテープと角材です。ではやっていきます。まず包丁に傷がつかないように、そして危なくないようにマスキングテープで刃全体を保護します。大事なのがこの根元の部分、ここもしっかり巻くようにしてください。そして角材のことでも大事なのがサイズです。サイズの目安として包丁の刃渡りプラス10センチ以上は必ず必要です。包丁をねこのように当てるんですけど、この時に握りやすい太さのものが好ましいです。もう一度当てるとこ説明すると、この柄の段差の部分に角材の角を当てます。そして刃元付近に親指を当て包丁が逃げないようにします。ではここから抜いていきます。どうするかというと、地面に叩きます。大事なのが包丁が逃げないようにしっかり握ってください。で、叩く力加減について、これは当たり前ですが簡単に抜けてくれないです。それはね、料理してて抜けたら大変ですから。なので結構強く叩きます。瞬間的に強い力が加わらないと抜けてくれないので、思い切ってやってください。これやるとき不安な方はマスキングテープをねもっと分厚く巻いて、あと切っ先をもっと頑丈に保護するとか、滑り止めの軍手をするとか、そういったことをしてください。で、こちら10回ぐらいですかね、強く叩いたらこのように抜けてきました。このテープの位置見たら分かりますよね。ここまで来たらあとは軽くトントンとしていけば最後まで抜けてくれます。あと角材のサイズのことで、なぜ刃渡りより10センチ以上必ず欲しいかについては、これはもう分かりますよね。長さに余裕がないと切っ先が地面について潰れてしまいます。で、こちらですね、取れた柄については割れずに綺麗に取ることができたので、これまた使えます。はい、では柄の抜き方について最後1点だけ。もしこれでも抜けなかった場合、やっぱり包丁によってもう中がねボンドでガチガチに固められてるやつとかあるんですよ。そういったのはもうびくともしないです。なので優先順位でいくと、角材を地面に叩く、煮る、割るです。1は今お見せしたやり方です。で、煮るっていうのは柄の部分だけしばらくお湯で煮立たせます。で、その後にさっきの1のやり方をします。なぜ煮るかというと、中の接着剤が緩んでくれるんですね。で、3の割るに関しては、これはもうシンプルにぶっ壊すことです。タガネとハンマーとかを使ってもう壊します。では次、柄をつけていきます。柄ってどこで買えるんですかって質問あるんですけど、普通にネットで売ってます。包丁柄ってね、調べてみてください。では使用する道具がこちら。マスキングテープ、グルーガン、木槌、カッター、シンナー。はい、ここまでは必需品で、あとは状態により必要かどうかが変わります。それが金槌と小地棒です。先にどういう場合に必要かどうかについて話すと、柄の鉄の部分、中子って言うんですけど、中子が新しい柄に対してまっすぐ入らなかった時、中子をちょっといじりたい時、そんな時は金槌が必要です。で、柄を入れた後ちょっと曲がってる時、それを微調整したい時に小地棒というのが必要です。なのでこれらは状況により必要かどうか変わるんですけど、あったらいいアイテムです。小地棒については僕のサイトで売ってます。概要欄に貼っておきます。では柄をつけていきます。大事なのがどこまで柄をつけるかということです。これは正解がなく好みです。要はこの段差の部分ですね、ここをマチというんですけど、そのマチまで入れる、マチ詰めで入れてもいいし、マチから少し離して入れてもいいし、これ面白いのが包丁屋さんによっても違うんですよ。で、大きな違いとしては包丁の顎との距離ですね。刺身を引く時にここに指をかける人がいたら、ここの距離感っていうのはすごくこだわる人います。で、個人的な意見としては、僕は包丁研ぎを始めてからマチ出しが好みになりました。なぜなら距離があった方が研ぎやすいんですよ。距離が短いとその研いでる時に柄が邪魔して角度が制限されるんですね。だから今ではね、マチ出し派に変わりました。昔はマチ詰め派だったんです。はい。で、なんだっけ、今からその柄を入れる部分、入れたい場所まで正確に綺麗に入れるコツというのがあるのでお伝えします。今回はマチから3ミリ開けてほしいということで、マスキングテープを使ってそのマチから3ミリのところで巻きます。すると柄をつけながらそこまでだなっていう目印にもなるし、あと柄をつけてるとね、煙が立ってくるんですよ。その煙で刃が黒ずむこともあるんですね。なのでその煙防止にもなります。で、あともう一つテーピングのことでポイントがあって、この峰の部分はこのように峰の形が分かるように巻いた方がいいです。理由は上下のバランスを見たい時にちゃんと峰の形が見えないと上下のバランスが見えづらいんです。では次、グルーガンを使います。まずあらかじめ柄の穴の部分に少量入れておきます。だいたい2プッシュぐらいですね。入れすぎると溢れてしまいます。で、なんでこれするかっていうと、これが接着剤になってくれます。で、もう一つ、中子にもグルーガンをします。どこにするかというと、そのさっき巻いたテープの1センチくらい手前です。そこに1周塗ります。なぜかというと、これすることで最後柄を入れると同時に穴を塞いでくれるからです。この穴埋め作業、柄を付け終わった後にやってもいいんですけど、この方がね、しっかりその塞いでくれる感があって個人的に好きなんですよね。はい、ということで下準備はこれで OK です。
です。今から柄をつけていきます。まず中子を炙ります。どこまで熱くすればいいかはちょっと言葉にするの難しいんですけど、鉄を赤くまではしない方がいいです。理由はいくつかあって、まずそこまでする必要がない。そして包丁にとっても良くなくて、その金属組織がね変わって弱くなる可能性があるんです。あと柄の木材にもよりますが、江尻がね焦げます。で逆に温めなさすぎると穴が広がらなくて割れる可能性高いし、グルーガンもね溶けてくれないです。なのでこの包丁だと40秒ぐらいですね。そのくらい炙って入れていきます。では穴に入れていきます。ポイントはいきなり強くねガーって入れるんじゃなくて、軽く当てるとグルーガンが溶けてくれます。なのでそれが下に行くように沈ませるイメージでだんだんと入れていきます。そして中子の半分以上くらいですね、手の力でいけるとこまで入れます。でここまで来たらこの時点で一回全体を確認してほしくて、すでに大きく曲がっていたら一度抜いて向きを変えてみるとか、中子をね金属で叩いて調整した方がいいです。で大丈夫そうだったらそこから木槌で江尻を叩いて入れていきます。これやるとき金槌は絶対ダメです。柄が割れてしまうので。なので木槌とかシリコンとかそういったものでやるようにしてください。でここの力加減もだましだましやっていきます。強く叩かないと入らない場合もあれば、少しの力で入っていくものもあります。力加減を調整しながら叩いてください。であと途中で方向を見ることも大事ですね。左右の曲がりもですけど上下も大事です。刃が上に向いてないか下に向いてないか確認しながら入れていきます。そしてテープの位置までくれば叩くのをやめ、熱いうちに曲がりがないか最終チェックをします。必要に応じてまた抜く必要もあるし、小脂肪で微調整する必要もあります。 OK だったらあとは隙間の掃除をします。カッターの先端を5秒ほど温めます。そしてはみ出たグルーガンの部分にカッターを当てて取り除いていきます。ここでねマスキングテープがしてあることでやっぱ傷防止にもなりますよね。はい、あともしここで穴が開いてるようなら追加で追いグルーをしてあげてください。はい、ではテープを剥がせば終わりではなく、最後にシンナーを使ってきれいにします。ティッシュを折ってそのティッシュにシンナーをつけます。でこの部分見ててください。ここに当ててこすります。するとだんだん溶けてきてきれいにすることができます。裏側の部分も周りの部分もやれば、その無駄なねグルーガンの部分が取れて、このように穴も埋まっててすごい綺麗ですよね。ただこのシンナーで1個注意点が、シンナー使っちゃいけない絵もあります。例えばこういった絵です。これ表面をねウレタン塗装してあるんですよ。こういった何か塗装のしてあるものっていうのはシンナーつくと溶けちゃうので、こういうのは注意してください。はい、ということでこれで完成です。絵をつけることができました。仕上がりの状態として、まずまっすぐ入っているかどうか、あと今の左右の確認だけでなく上下の確認もです。こちらもいい感じで入ってます。ではね、今回のようにその一発で気持ちよく入ったんですよ。でもこれってまるでやっぱり曲がってしまってもう一度抜く必要があったりとか、小脂肪でね微調整が必要なものっていうのも出てきます。そして特に全工ではなくて、その霞と言われる合わせ包丁っていうのは料理してて研いでたりもして時間が経つにつれて歪みやすいんですね。なのでこの小脂肪っていうのはもう一家に一台ですね。僕が設計した商品ぜひ使ってください。概要欄に貼っておきます。はい、あと絵の木材のことでやっぱり黒炭って高級感あるんです。一気に高級感が増します。和包丁の絵といったら砲、シタン、そして黒炭です。値段でいうと砲がだいたい500円から2000円ぐらい、そしてシタンが6000円ぐらいで、黒炭っていうのが1万円前後します。全然違いますよね。でもやっぱりその値段の価値っていうのがあって、見た目はもちろんですが、その質感、あと耐久性ですね。耐久度も全く違うので僕は黒炭が一番好きです。中には銀蒔絵っていう、1万5000円とか2万円ぐらいするものあるんですが、あれ見た目高級感あるんですけど、使っててねどうしてもね段差が生まれるんですよね。もうそれがちょっとねやっぱ使い手からしたらちょっと微妙な部分、それが料理中気になっちゃうんですよね。だからこの本当シンプルな黒炭、これがやっぱ結局一番最強です。はい、ということでもうすぐ動画終わりなんですけど、今回のね動画を通じてお伝えしたいのが、今紹介した黒炭とかシタンっていう高級なもの、その絵付けをするってなった時に万が一割れてしまったらもうめっちゃショックなんですよ。もうね立ち直れないくらい、立ち直れますけど、もちろんチャレンジすることはいいんですけど、もし不安であればやっぱり専門の包丁屋さんへお願いした方がいいです。あと最初にも言った通り、今回お伝えしたやり方は参考程度に聞いてほしくて、他にもいろんなやり方があります。例えば前回僕が潜入した根の日さん、あそこはもう異常と言ってもいいほど変態的なこだわりを見せてくれてます。もう頭おかまだ見てない人はぜひご覧ください。はい、では次回予告、それは今回絵付けした包丁、こちらの本場付け動画です。僕が新品の包丁から刃をつけるまでにどういった砥石を使っていくのか、たっぷりと紹介、そして解説をしていきます。期待してお待ちください。はい、では終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。放送日が6月15日で「オーマイゴッド」という番組と超
超人限界という番組の2つに出ます。オーマイゴッドが10時半からですね。で、超人限界という番組が午後2時からです。で、オーマイゴッドは2回目の出演になってまして、前回見ていただいた方はわかると思うんですけど、包丁の野菜の切り方ですね。今回はリンゴと玉ねぎを使います。そしてオリンピックにも出てるフェンシングの見延選手という方がいるんですけど、その方に包丁研ぎもレクチャーさせていただきました。あと、超人限界という番組では、僕、カツラ向きをします。カツラ向きの超人という方がいるんですね。記録としては6メートル90センチ向いた方です。その記録に僕が打ち勝つことができるかっていうチャレンジャーとして僕がね、その方に挑むので、果たしてその記録を超えたかどうか楽しみに見ていただけたらと思います。で、これらの番組見逃し配信あります。詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひ確認してください。では終わります。必ず見てください。